年明けましたが、今年はいくつになるんですか？今年で29になります。もう30代目前ですね、そうですね、考えたくないです。はい、そうですね。まもなく僕誕生日なんですよ。ああ、2月はい、4月なので、ちょっと2月2日は殴り合いをしてこようと思っています。誕生日に殴られる。いや、殴りに。殴りすいません、語弊がありました。使いねこれ。はい、ということで今回のテーマはこちらです。はい、後ろ両肩取り呼吸投げですね。これ先生のご発案でいただいたんですけれども、今回は呼吸投げ2種類とりあえず、他にもあるでしょうけど、とりあえず2種類ちょっとご紹介ということで。はい、はい、かしこまりました。では日本動画の方からご覧ください。どうぞ。はい、後ろ両肩取り呼吸投げ。後ろ両手取りなんかもそうなんですけど、自分が正面を、極端なことを言うと、自分が正面を向いたまま、相手が背後に回ってくるという、このタイミングに合わせていく。っていうものと、自分は、単純に言えば自分が正面を向いたままですよ。もう一つは、自分が回転をしていくという。この二つが後ろ両手取りなんかでも共通としてあるかと思うんですけども。で、後ろ取りの共通のテーマとして自分の背後の感覚を養うと。今、川端さんが自分の後ろをどの辺を回ってきてるのかなという、自分の背後の感覚を育てる。その形としてですね、後ろに引っ張っていかれて崩されないように持たれたらまずしっかり張りましょうっていうのもあるんですけども、よくはないかもしれませんけど、私はタイミングとかそういうものをメインで稽古するのと、呼吸力、養成をメインでやるのとちょっと分けてて。今言ったように、タイミング、自分の感覚ですね。スーッと来て、今この瞬間だよねっていう。ちょっと2回ないけどね、前にね。彼がずーっと後ろ回ってきて、今この瞬間にっていう。それを背後の感覚を養う。もう一つは、ちょっと合気チックというか、でいいよ、そっち近く持ってて、動かんでいいです。ガッツ。そうそう。ぶら下がられるとできないから、グッと押さえつけでもいいし、引きつけでもいいんだけど、ともかく私の体に作用してるじゃないですか。でこの時にどうしても意識が前側に行くから、もう一つはそれをずーっと彼をリードして持っていくと。やや呼吸法の鍛錬。肩で持って、はい、スッと崩しをかけていきますよっていう訓練。もう一つは、軸作りというか、回転ですね。スッと来て。で、これ後ろ両手取りの時もひょっとして言ったかもしれませんけど、ちょっと背後を取って。今、背後を取られました。で、背後を取り返したい。なので、単純に言うと自分は正面を向いたまま、ここで彼の背後に回り込みますよっていうのと、もう一つは回ることで背後を取りますよっていう。なぜか、多分ね、道場でやってて、この状態だったらみんな今のができるんだけど、持たれた瞬間、反射的に前か横に逃げちゃう人が多いんですよね。どうしても意識が自分の前にあるもんだから、どうしても前に動いてしまう。で、この状態から回ることで後ろを取り返しましょうと。で、どっちでもいいけど、で、引き崩されないために、と、もう一つは、ここでくぐるべき頭をくぐらせたいので、彼の手を上下に分けていきます。分けて上下に差が、これだと上下の差がないんで、これで上下の差ができたところを回って、彼の背後を取りました。流れとしてね、演舞とかだったらずっと誘いながらね、動いていくと演舞としては綺麗だったりするのかもしれない。ね。相手の位置関係を理解しながら回転することで背後を取り返したい。ちょっとそういうことを伝えたいかっただけなんですけどね。なぜか反射的に、これ後ろ両手取りでも後ろ両肩取りでも、横か前の方に逃げちゃう方が多い。
この状態で彼の背後を取るか。振り向かずに取るか。振り向くことで取るか。あとね、私もだいぶ年取って来年30か。俺も来年年取ってきたけどね。ちょっと結構上がってきたら引き倒して、これ引き倒されないためにしっかり面かぶりましょう。ここで、そういいよ。で、ここで肩の呼吸法、鍛錬としてはここで相手を浮かすだけの呼吸力の鍛錬もあり。だけど、逆に引き倒してみて、グッと。そう、ガッと引き倒される。そう。いつでも。それに合わせて動いていけるという、そういう足腰の鍛錬もしたいな。なんて思ってやっております。以上です。すいません。ありがとうございました。質問一件だけですか。今解説の中で上下を作るっておっしゃられたんですけど、手を上げる作成するだけで上下ができないですよね、相手の。なんか中村さんが上下を作るために気をつけてることなんかあれば教えていただきたいんですけど、この手だけしか動かなかったら体ももちろん相手の取り方にもよるんですけども、これ腕だけなんだ。上下作れないだろ。だから、ここで本当はちょっと難しいんだけど、肋骨からずらしてるよって。好きに持ってて。これは、だから、ちょっと俺もまだまだ未熟だけどさ、本当はここでもう一応俺、よいしょって作れるんだ。ある程度は上下。胸で。持たれたところで。だけどやっぱちっちゃいから、手も利用してるんだけど、本来はこの本体が、膝も使ってる、腰も使ってる、股関節も使ってるんだけど、この胸が、上下に。ガッとされたときに、胸が上下に分けてる。上下左右に分けてるっていうか。胸分けてるよ。持たれてる土台を。だから逆に言うとぶら下がれるとさすがにできないんだけど、本体を抑えに来てくれてたら、その本体を動かしてるから。ありがたい。なるほど。いや、受けてて思ったんですけど、自分が上下やると体が斜めになっちゃうんですよね。そうね。中心線作るのは課題だよな。かつ上下。課題ですね。了解です。はい。じゃあ。ごめん、昭和でした。はい、ということで解説の方を見ていただきましたけれども、なんか久々に受け身してた感じですよね。そうですね。久しぶりに出たかもしれない。なんかちゃんとしたコンテンツでちょっとおかしいです。ちょこちょこは出てますよ。そうです。どこかしら。いかがでしたか？そうですね。後ろ両手で片手、相はみ状態で片手掴んで回されるっていうのはされたことあったんですけど、それ肩を掴んでる状態で回されたのとは初めてだったので、あっちでも回せるんだと思いましたね。はい、先生、そういう意味では後ろ両手首取りも両肩取りも居合は一緒。そうですね。どうだと思いますけどね。ただそれを手首じゃなく肩でできるかどうかっていうことですか。合気道の型の意味ですよね。だから各身体各部位の鍛錬をしているっていうか、いつも言うハウトゥーじゃなくて鍛錬だから、持たれたところをどう使うかっていう鍛錬。肩を上手に使って、そうですね。でこのセッティングを使って。肩を使うというのか肩で発動するって言ったのがどっちがいいのかよくは分からないですけど、そうですね。肩だけ振り回したところで何もならないってことですよね。その辺が難しいところですね。はい。ということで今回は、後ろ両肩取りの呼吸投げをやってみました。よろしければ稽古の中でぜひチャレンジしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございます。